皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今日は散歩 Vlog です。東京駅から新橋駅まで歩いていきたいと思います。この道をまずはまっすぐ進んでみたいと思います。そこに東京駅があります。そして多分なんですけど、こっちでイベントをやっていると思います。この通りはね、私が大好きな通りなんです。ここがもう皇居のエリアですね。私は今から新橋駅に行きます。今ふと後ろも綺麗なんじゃないかと思って、ちょっと進む方向とは逆方向を撮影してます。人が多い。今日日曜日ですからね。今有楽町方面に進んでいます。こっち側はね、あんまり人が多くないので歩きやすいと思います。まあ時間帯にもよるかもしれないですね。今日は3時から新橋にある焼肉のお店で撮影をする予定なんです。だからちょっと早めに東京駅に来て、東京駅から歩いて新橋の方に向かっていく様子を皆さんにお見せしようかなと思って、撮影をしています。あ、後ろ今ちょうど人がいない。でもなんかやっぱね、自撮り棒を持って撮るのは恥ずかしい。もう何年 YouTube やってんだろうっていうお話なんですけど、やっぱちょっと恥ずかしいですね。今こうやって頑張って腕を伸ばして iPhone で撮影してます。綺麗。また芝生が見えてきましたね。わー、ほんと綺麗。東京のど真ん中だけどね、意外と自然があります。もしここに来たい人がいたら、最寄り駅は二重橋前駅です。東京駅からも歩ける距離です。ここも綺麗だね。ちなみに今日は4月19日です。ちょっと地図を見てみましょう。私が今いるのはここです。現在地です。そして私は今ここだね、多分こっちからずっと歩いてきました。このね、日比谷通りというところを歩いてきました。で、こっちがもう皇居ですね。こっち側が皇居になります。で、今ここにいるじゃないですか。ちょっと待ってね。こっちはね、もう日比谷駅です。東京は駅がたくさんあります。特に23区のエリアはたくさんあって、地下鉄もたくさん駅があるので、一つ一つの駅がすごく短い、距離が短いところもあります。信号を渡ります。もうすぐ青になります。やっぱりそうだ、日比谷公園です。久しぶりに来た。ちょっと入ってみましょう。ここに地図があります。案内板があります。結構広いんですよね。テニスコートとかもあるし、池もあるし、噴水もあります。ちょっとこっちの方歩いてみますね。あ、日陰だから涼しい。みんな覚えてるかな？3年前くらいだと思うんですけど、私実はちょっとさっきの入り口の方で YouTube の動画を撮ったことがあります。もし3年くらい前から見てる人がいたら、あ、ここなんとなく見たことがあるって分かってくれた人もいるかもしれません。この木はクスノキです。結構大きいですよ。
東野圭吾さんの小説で楠木の番人というタイトルの小説があるんですけど、すごく面白いです。おすすめです。日比谷公園、明治36年開園。明治36年は1903年。すごい、そんな昔からある公園だったんですね。今ずっとここを歩いてきて、やっとこの先端まで来ました。公園の端まで来ました。もう内幸町という駅まで来ました。ここから新橋はもうすぐだと思います。東京駅から新橋駅までは JR で2駅ですね。東京、有楽町、次が新橋なのですごく近いです。だからこうやって歩いて行くこともできます。ちなみに私今ちょっとね、日比谷公園に行きたかったから遠回りをしたんです。多分東京駅から新橋駅まで歩いたら20分くらいなんじゃないかなと思います。撮影しようとしたら急に人が増えてきちゃったからちょっと移動しますね。この辺だったら話しても大丈夫そうですね。人がいないですね。この前このような質問をもらいました。好きなことを仕事にしなきゃダメですかっていう質問です。私個人的な考えなんですけれども、好きなことを仕事にする必要は全くないと思いますし、好きなことを仕事にしてしまうと好きではなくなってしまう可能性が高いと思います。好きなことや趣味を仕事にすることが悪いと言ってるわけではありません。それは本当に素晴らしいことだし、それをできる人はそんなに多くないと思います。趣味とか好きなことって何々しなきゃいけないっていうことがないじゃないですか。全部好きだからとか自分がやりたい方法でできると思うんですよね。でも仕事って好きなことだけじゃなくて絶対に自分が苦手なこととか嫌なこともしなきゃいけないのが仕事だと思うんです。だからその趣味とか好きなことを仕事にした時にそれだけではないと思うんですよね。で、例えば私の知り合いの人が旅行会社で働いているんですけれども、旅行が好きだからその人は旅行会社で働きました。でも実際に何かトラブルがあった時に自分が悪くないけどちゃんと会社として会社の責任としてその会社の社員として謝らなきゃいけないっていうことももちろんたくさんありますよね。でも趣味とか好きなことだったら自分が思った通りに自分がやりたい方法だけでできると思うんですよね。だって好きなことだから。で、お金も発生しないですよね。でも仕事は絶対にそれに対してお金をもらうから責任もあるし、自分のやり方だけでうまくいかないこともたくさんあると思います。もちろんね、何かミスをしてしまえば怒られることだってあるし、それに対して責任を取らなきゃいけないこともありますよね。だから仕事になると 100% 好きなことだけじゃないよっていうことはまあね、皆さんも分かってると思うんですけど、それはちゃんと意識した方がいいと思います。好きなことを仕事にするために多分我慢しなきゃいけないこととか、自分が苦手だけどやらなければいけないことももちろんたくさんあると思うんですよね。で、私も日本語を教えることは好きです。楽しいと思ってます。でもそれは私にとっては趣味じゃなくて仕事です。だから私が好きなことだけ、好きな例えば日本語の文法だけ教えるとかそういったことはもちろんできないですよね。生徒さんとか学生さんがどうすれば日本語能力が上がるかっていうことをやっぱり一番に考えなきゃいけないから、そのためには何をしなきゃいけないのかって絶対に考える必要がありますよね。で、あと YouTube も同じです。私はこの YouTube は
趣味じゃなくて、自分でね仕事としてやっています。だから本当はね今日ね実は多分もう焼肉の動画出てると思うし、多分私はちゃんと食べてると思う。でも実は私今胃の調子があんまり良くない良くないんだけど、でももうその焼肉のお店の人にこの日の何時から撮影します、お願いしますってお願いもしてるし、でどういう内容を撮るかっていうちょっと簡単ななんていうのその台本みたいなのも送ってるんですよね。だからその簡単にやっぱり今日撮影できませんとは言えないよね。もうこれ仕事だからね。そう PR の仕事じゃないよ。別に多分私が今日行けませんって言っても焼肉屋の人は全然怒らないと思う。だって私自分でお金を払って食べるし、普通のお客さんとして行くから問題ないと思うけど、でもこの撮影をするために私はそのお店の本部の人にも連絡していろいろやり取りをしてるから、なんかそう簡単にちょっと胃が痛いぐらいでなんだろうな、できませんとかは私は言えないかな。趣味じゃないからね。そうごめんね、なんかいろいろ人がいないところを探しながら移動して撮ってるから、ちょっと話が支離滅裂かもしれないんですけど、とにかく言いたいことをまとめると、もちろん好きなことや趣味を仕事にするのは悪いことではないと思います。ただ自分の 100% 好きだけで仕事をするっていうことはできないと思いますっていうことを言いたいです。でさ、今 SNS があるから私は好きなことを仕事にしてます、こんなにキラキラした楽しい生活をしていますって投稿してる人いるから、なんかそれに影響されていいなって思う人もたくさんいると思うし、いいなって思うのは自然なことだと思います。それは否定しません。でもちょっと覚えておいてほしいのは、 SNS で見るその人の生活はその人の生活のうちのほんの少しです。全てじゃないです。だから絶対その人もどこかで苦労してるはずです。大変なこともたくさんあると思います。でもみんな SNS でわざわざ大変だとか辛いってあんまり言わないですよね。いかに自分の楽しいところを見せるかっていうのがやっぱりSNS の醍醐味というかね。そしたらみんないいね押してくれると思うから、その人の生活のたった一部分だけを見て楽しそうとか、だから私もやってみたいって思うのは私はちょっと違うと思う。もちろんそれに憧れて何かを頑張るっていうのは素晴らしいことだと思うんだけれども、その中には必ず大変なこと、辛いことがあるっていうのをやっぱりちょっと考えた方がいいかなって思います。もし今働いている人がいたら、その仕事は好きですか？皆さんにとってその仕事は趣味の一つですか？ぜひそれも教えてほしいです。私はこの動画では自分が個人的に思ったことを皆さんに話しています。だから絶対にこういうふうに考えた方がいいですよって皆さんに強制しているわけではありません。考え方は人それぞれみんな違うので、皆さんも自分の意見があったらぜひコメントで教えてください。では私はね、少し多分胃はね、でも昨日よりは良くなったから全然大丈夫です。これから焼肉を食べに行きたいと思います。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。